医者が 99% 勧めると言っていいほど有名な、これがいわゆる最強食材の一つですね。眼科医の平松です。今日は目にいい最強の10個の食材についてお話ししようと思います。10個の食材、それぞれいい点悪い点がありますし、そして取り方、どういう風に取ったらとか、ものによってはこのぐらい取りましょうとか、それらもあるので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。とはいえ、10個一つ一つ詳しくお話ししていきますので、結論だけ聞きたいっていう方の場合は、今日の話は目を良くする最強の食べ物図鑑というところから抜粋していますので、ぜひそっちを見ていただいても結構です。じゃあ、1個目。ブロッコリーが1つ目の食材になります。ブロッコリーというのは、いわゆる茹でたりして食べたりとか、よく、ボディビルダー食べてるよねっていうイメージがあると思います。ブロッコリーの特徴としては、強い抗酸化作用。酸化、つまり年齢性のダメージから防いでくれる能力ですよ。を持っていて、かつ血流を良くしてくれるってことがあります。そのために、加齢、年齢性に伴う病気に対していいんじゃないかと。例えば、緑内障。例えば、白内障。こんなような病気に対しての効果が期待できます。さらには、後の食材でも出てくるルテインという成分を含んでいるので、これも効果的になります。目の奥、目の表面が紫外線などから受けるダメージを防いでくれるよってことがあって、ブロッコリーに含まれている主な注目成分としては、一つ目、ルテイン。二つ目、ビタミン A、C、E。これをビタミンエースって言い方をよくしてるんですけどね。A、C、E って結構ね、目にいいって言われてるんですよ。で、ベータカロテン、鉄分、葉酸などが含まれているのがいいと。さらには、スルフォラファンなど、いろいろ注目する成分があるので、そこについてご紹介できればと思います。で、ブロッコリーというのは、油中の野菜になります。油中の野菜で言うと、ブロッコリー、芽キャベツ、カリフラワー、ラディッシュ、クレソンなども含まれているので、それらも比較的近いですが、よりブロッコリーの方がおすすめです。例えば、2019年の研究で、日本人の88,184人を対象とした研究では、いわゆるブロッコリーなどのお野菜を食べることで、全死亡率が低下したという研究があります。全死亡率の低下って何っていうと、人間が、生きている、亡くなってしまうっていう時に、亡くなりやすいかどうかっていうのを統計的に見た方法になります。すると、男性ですと 14%、女性ですと 11% 死亡率が、そういう研究している間にね、減ったっていう結果が出てます。じゃあ、なんでなのっていうと、男性ですと癌の死亡率の低下、女性ですと心臓の病気や脳の血管の病気、または怪我などが少なくなってきたんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。これも成分としてはやっぱり加齢、年齢のダメージとかを消去してくれるんじゃないかなっていうふうに言われています。こんな風に、いわゆる全死亡率というのは目だけじゃなくて体全体のもう全てと言っていいじゃないですか。命あってのものだねとかって言いますけども、やっぱり命が一番大切で、それが良くならないと目にとっても良くないので、そこは重要であろうと。さらには、先ほどご紹介したような成分以外に、ブロッコリーに含まれている成分としては、イソチオシアネートという成分があります。なんか聞き慣れない言葉だなってね。確かに僕も、これはね、普段からイソチオシアネートとかね、とかって言わないんだけども、一応そういう成分があると。これも抗酸化ビタミン。つまり、ダメージを消去してくれるビタミンの一種で、抗酸化作用や炎症を抑えてくれるんではないかっていう研究がありますね。でさっきの、じゃあ、癌に対して効果があるっていうのは本当なのっていうところで、ブロッコリーの摂取が癌予防になるんではないかというのが2024年の研究で出ています。メタアナリシスと言って、1個の人が研究したものではなくて、23件の研究を見てみると、摂取を積極的にやっている人の方が、そうでない人と比較して、癌の予防になっている。ということが結果として出ている。だからこそ、誰か一人の意見ではなく、多くの人の意見で、癌予防にも効果があるんじゃないかなっていうことですね。
そしてさっき、イソチオシアネートってね、言いましたけど、それの一種であるスルフォラファンというのが、非常に一部界隈で有名なんですよ。聞いたことないっていう人もいると思うけど、例えばですね、ブロッコリーの、スプラウトとかね、そういうので、ちょっとこのスルフォラファンとか結構有名だったりするんですけど、これに関して言うと、25の研究、メタアナリストとかでも、腎臓とかにもいいんじゃないかっていうのが、2023年の研究で出ています。じゃあ、どのぐらい取ると効果的なのってことになりますよね。じゃあ、ブロッコリー取るのはいいですよと。じゃあ、どんぐらい取ると一つにはいいんですっていうと、ある研究ですと、100g 程度取るといいと言われています。100g って、正直まあまあの量があるんですよ。なので、正直食べるんであると、積極的に取る。ただ、結構健康的に気を使っている人は、100g ぐらいだったら、普通に食べている方はまあまあ多いというような量ですし、茹でてしまうと、小鉢とかそこら辺の量に、置いていただいても、それぐらいの量としては摂取できるって思ってくださっていいと思います。で、100g 程度取ることによって、全死亡率が 10% 低下するって研究があるんですね。ただ、ブロッコリー、何でもかんでも取ればいいかっていうと、注意点があります。これからお話しするすべての10の食材で言えるんですけども、どんぐらい取ったらいいか、そして注意点も気をつけなきゃいけないです。ブロッコリーの注意点は、ビタミン K が豊富だってことです。あれ？ビタミン豊富でいいじゃない。いい点もあるんですけど、悪い点もあるんですね。例えば、ワーファリンって言って、血液をサラサラにする飲み薬があるんですけど、そういうのを飲んでいる方に関しては、ちょっと注意が必要だよっていうことが言われています。これは2022年の研究で言われているようなものになります。なので、ブロッコリーに関して言うと、まず 100g 程度取れるといいよと。じゃあちょっとじゃ意味ないのっていうと、ちょっとでもそれなりに効果はあります。また、摂取するときは、量を取りすぎてしまうと、ワーファリン、血液サラサラのお薬を飲んでいる人に関しては要注意ですよっていうのがブロッコリーのポイントになります。それ以外に、例えば心臓血管系がどうなのとか、そういう研究もあるので、それはブロッコリー毎日食べるとどうなるのって動画があるので、ちょっとそれを見ていただけるといいです。じゃあ、目に関してはどうなのっていうと、これは月歯類、つまり人間の研究ではないけれども、網膜、目の奥の保護になるんじゃないかっていう研究や、システマティックレビューというね、比較的信頼できる研究で、これは人間に対してですけども、網膜症、糖尿病網膜症、目の奥の網膜にも効果があるんじゃないか。はたまた、2017年のシステマティックレビューというね、いろんな研究を元にしたもんでも、網膜色素変性症というね、目の奥の病気とか、はたまた2019年の研究では、白内障を 8% 程度予防してくれるんじゃないかっていうような研究結果も出ています。なので、白内障とか網膜とか、そういうもので言うと、ブロッコリーというのは比較的摂取しやすくて推奨できるかなと思います。もちろん、心臓血管系とか、いわゆる癌とかの予防とか、そういう全身的なことも考えていただいて、ブロッコリーっていうのは推奨して、摂取していただければと思います。ということで一つ目、ブロッコリーをまとめると、スルフォラファンなどの成分を有効として、はたまたビタミン A 数、ルテインなどを含んでいます。それによって抗酸化、ダメージを消去してくれて、目で言うと白内障、網膜症に対しての効果が比較的研究でも言われているし、全死亡率の低下というような研究結果もあるので、体全体を抑えるにもいいかなと思います。じゃあ、実際私はどうなのっていうと、ブロッコリーは比較的よく食べています。とはいえ、なかなか食事の場が難しいところなので、どちらかというとお昼ご飯ですかね。お昼ご飯の時に、ちょっと湯がいたものとかを、病院とかで出してくれるので、それを積極的にとっているっていうのが私のブロッコリーの摂取の仕方になります。
ので、皆さんもブロッコリー、例えばレンジでチンとして食べるとか、そういうのも効果的です。例えばちょっとね、油分かけてやってあげると食べやすいと思うので、ちょっとそれも参考にしていただければ。で、100g 取れればいいですけど、ちょっとなかなかきついので、ほどほどの量でもいいから、ちょびっと取るっていうイメージでいただけるといいと思います。では、2つ目の最強食材。それは、卵になります。卵は結構完全栄養食なんて言われて有名な食材なので、聞いたことがあるよって方もいると思います。ここで言う卵はいわゆる鶏卵、つまり、鳥さんの卵になりますね。その他も卵いろいろありますけど、ここでは鳥の卵として考えてください。ビタミン C と食物繊維はあまり含まれてないんですよ。なのでちょっとそれは、例えばブロッコリーなどはビタミン C 含んでるんで、それから取っていただけるといいかなと思いますね。で、栄養が比較的バランスよく、ちょっと PFC って言ってタンパク脂質、炭水化物のバランスは別として、それ以外は比較的含まれているのでいいと思います。そして、卵も摂取の仕方に注意があります。生卵、ゆで卵、半熟卵、どれがいいのっていうところもポイントになってきます。あと、茶色い卵と白い卵ありますよね。どっちがいいのとかっていう質問もあるので、そこも聞いていただけるといいと思います。主な栄養素としては、ルテイン、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどが含まれているので、そこを、取っていただくことによって、体、目にとって、効果的な食材と思っていただければと思います。ということで、卵について具体的にお話ししていこうと思います。卵はどういう栄養が含まれているか。ビオチン、コリン、ルテイン、ビタミン B、D、A、E。エースにはならないんですよ。C がないので。B、D、A、E っていう感じと思ってくださればと思います。で、卵って結構朝食に摂ることが多いじゃないですか。もちろんそれ以外も食べますけども、朝食に生卵とか、例えば、卵焼きとか、目玉焼きとか、そういうことね。あとは、温泉卵みたいな感じで摂ることも多いと思うんで、結構朝食に摂ることが多いんですね。そこで朝食に摂るとどういうことになるっていう研究が、2005年にされています。一晩断食して、ちょっと大げさな研究なんですよ。一晩断食してから朝食に卵食べました。っていう人と、卵食べない普通の朝食を食べた人で、その後どうなったかって調べてみると、3.5 時間後の昼食、お昼を食べるときに、あんまり卵を食べた人の方が食べ過ぎないで済んだので、36時間程度トータルとしてカロリーをある程度抑えることができたっていう研究結果が出てます。皆さんも朝食に卵を取ると、その後昼、あんまり食べないで済むとかっていうイメージありません？例えば、昼食とかでも丸亀とかで、うどんにたらに卵とかって食べると、結構腹持ちよくて、晩ご飯はそんなにいかなくて済むなってことを、私はあるんですよ。皆さんもあるかなって思うので、そういう卵は比較的腹持ちしやすいと。はたまた、脂肪は含まれてはいるんだけれども、コリンっていうのがあります。だいたい1個に 125mg 程度含まれているもんで、これが体脂肪の分解とか脂質代謝にいいんじゃないかっていう説もあるし、何よりもコリンというのがアセチルコリンっていうものに大切になります。アセチルコリンっていうのはアルツハイマー病において大切なもので、これが少なくなってしまうと問題となるので、コリンっていうのの摂取も大切です。ビオチン、コリンとかビオチンってあんまり普段聞かないよね。なのでちょっとここ掘り下げてんだけど、さっきの、スルフォラファンとかと同じようなもんだと思ってくださいよ。卵で言うと、コリン、ビオチンになってくるですね。ビオチンは卵1個あたり14.4マイクログラム程度ですね。ビタミン B 群の水溶性ビタミンになってきます。で、タンパク質とか脂質の代謝、つまりエネルギーとして使うのに、サポートする歩酵素って言われてたりとか、皮膚や粘膜を維持したり、不足してしまうとアトピーとかになってしまうんではないかって言われてます。なので、このビオチンっていうのを比較的、この卵は摂取しやすいので、ぜひぜひそれを取ってほしいんです。ただし、調理法によってビオチンって摂取しづらくなるんですよ。それがさっき言った卵は生がいいの？ゆで卵がいいの？それとも半熟卵がいいの？というのの結論になります。実は、ビオチンの摂取を抑えてしまうのに、アビジン、さっきからカタカナ多いんですけど、アビジンっていうのがあるんですよ。このアビジンは加熱することで
抑えられます。卵にはどっちも含まれてるんですよ。ビオチンもあればアビジンもある。だから、それを生で摂取してしまうと、アビジンが大活躍しちゃって、ビオチンの摂取がちょっといまいちになってしまう。だからこそ、ゆで卵。ただ、ゆで卵の場合、ちょっと消化が悪くなってしまうので、ベストは半熟卵ですと、吸収率が 96% でいいです。次にゆで卵が、いわゆるビオチンを摂取しやすいようにアビジンを抑えてくれるのでいいのかなっていうふうに言われています。なので、基本的には半熟ベスト。次はゆで卵。最後に生卵って思ってください。じゃあ朝は全部生卵でダメなのっていうとそうではなくて、どれか迷ったら、半熟またはゆで卵って思っていただけるといいですね。僕も朝食とかに生卵をね、かけて卵かけご飯っていうのを食べることもありますので、別にそれは普通のことだと思ってくださればと思います。じゃあ、卵に白い卵、茶色い卵あると思います。あれ、どっちがいいのっていうのはよく疑問に上がることです。実際僕も二つあってどっちがいいのかなって迷うことがあったけど、大抵茶色い卵の方が高いじゃないですか。なので茶色がいいと思いがちですけど、実はそうでもないんですよ。白い卵と茶色い卵って、その種によって、栄養摂取の仕方が違うだけであるので、できている卵が餌の種類とか、それ、いろんなその種類によって違ってくるだけなので、そんなに栄養は変わらないんですよ。ただ、茶色い卵の方が比較的高価になるので、なんていうかな、いい資材、食べ物を鳥さんに与えていることがあるので、そういう意味で栄養としては、いい方向性にあることが多い。ただ、一般論としては白も茶色も大して変わらないって思ってくださって結構です。なので、値段が安い白でいいんじゃないですかっていうふうに個人的には思います。また、卵っていうのは黄身の部分にルテインという後からね、出てくる非常に重要な成分があって、これは吸収がしやすいっていうところがあります。で、昔から卵って取りすぎると良くないよっていうのを聞いたことあると思います。これはなんでこんなこと言われたかっていうと、1913年に、ロシアで行われた実験で、もともと、ウサギを使った実験で、卵を与えるとコレステロールが上がるよっていう研究があったんです。なので、卵を与えるとコレステロールが上がるから良くないねって当時言われたわ。ただ、そもそも人間じゃないし、1913年の研究なんですよ。めちゃくちゃ前なんですよ。なので、今となってはちょっと変わってきていて、卵はそんなに摂取量には気をつけなくていい。ただし、取りすぎてしまえば、それは良くないよと。当たり前だよね。これどんな食材でも言えることです。これ卵に限らず。なので、ちょっとそこは気をつけてください。で、卵を、タンパク質摂取を肉から卵に変えると、心臓血管系のリスクが 7% 下げるという研究があったりとか、ただ、卵の摂取が多すぎてしまうと、LDL コレステロールが上がるっていう2020年のメタアナリシスがあります。これは当たり前ですよね。食べ過ぎてしまってはいけないっていうことで、1日1個って昔は言われてましたけれども、今はそこまで制限がないですが、積極的に摂取しすぎてしまうのは、それはそれで問題だって思ってください。で、卵としてはコレステロールは気にすることではあるけれども、バランスとしてはどのぐらいなのってことですけど、卵1個あたりのキロカロリーがだいたい76キロカロリー程度と言われています。タンパク質が 6.2g、脂質が 5.2g、炭水化物が 0.2g ですね。つまり炭水化物が少なめなんですよ。食事、お話しする上で大切なのは P、F、C、プロテイン、ね、ファット、カーボハイドレート。つまりタンパク質と脂質と炭水化物のバランスが重要になってきます。これは炭水化物が結構少なめなんですね。基本的には脂質とタンパク質って思ってくださればと思います。なのでバランスとしてはちょっと脂質が6割って多めなんですよ。だからこそ卵ばっかり食べてると脂質、コレステロール過多になるよって言われてる。脂質を取ったから即コレステロールというわけではなくて、どちらかというとカロリー過多。カロリーを多く取りすぎてしまうっていうのが卵の注意点なので、ほどほどにしていただいて、摂取していただいて。ただ、効果的。ね、そのルテインというのが含まれる。後でルテインの詳しく掘り下げていくので、ちょっとそれを聞いていただければ。目にとってはどうなのっていうと、このルテインというのが後々にも効いてくる。ルテインがね、今回の主なテーマになってくるので、ちょっと後に引っ張らせてください。
卵、まとめると、卵はタンパク質を摂取しやすくて、そして、体のいい成分として、いくつかの成分がありますと。で特に、卵としてはゆで卵とか、半熟卵とかの方が、比較的、ビオチンとかの摂取をしやすいので、そこら辺を気をつけていただけるといいかなと思います。また、血管系に対してもいいんではないかっていう研究結果も出ているので、そういう意味で卵はおすすめ。そしてタンパク質を取りやすい。ただし、取りすぎになってしまうと脂質過多、カロリー過多になりやすいので、ちょっとそれは注意してくださいと。目的に言うと、ルテインという栄養素が比較的吸収効率が良くて、取りやすい。タンパク質とともに取りやすいとしては、いわゆる優秀であるっていうふうに思ってくださればと思います。そして3つ目。これが鮭、サーモンですね。鮭は、よく赤いお魚ですね。なかなかお魚で、こんだけしっかり赤いのってあんまりないわけで。そういう意味で赤い色素が、注目されています。ちなみに、鮭以外で言うと赤いの海産物として、例えばイクラ、カニっていうのもあります。これら、イクラ、カニ、鮭に含まれているこの赤い色素をアスタキサンチンと言います。なんか一つに一個なんか出てきますけど、こんな感じなんですね。アスタキサンチンというのは非常に高い抗酸化能力を持っている。つまり光からいわゆる年齢性の酸素のダメージを消去する能力が極めて高いのがこのアスタキサンチンなんですね。なので、この鮭、例えば朝ごはんに食べること多いと思いますよ。鮭、取っていただくのは効果的です。老眼、白内障にとって効果があるんではないかという比較的研究もありますし、目の炎症を抑えてくれるっていう効果もあります。また、疲れ目とかにもいいんではないかっていうふうに言われてるんですね。で、鮭に含まれているのはこのアスタキサンチン、赤い色素が一番いいですね。タンパク質、DHA、EPA というのも重要になってきます。ただ、DHA、EPA で言うと、次の食材の方が優秀なので、鮭はアスタキサンチンメインと思ってください。じゃあ DHA、EPA は何なのっていうと、青背の魚、例えばサバ、イワシ、マグロって感じですね。ここではあえてサバとして言っていきましょう。サバというのが、いわゆる青背の魚、お魚の背びれが青いってことですね。のものになります。こういうお魚は DHA、EPA というものが含まれています。オメガ3系脂肪酸といって非常に重要な脂肪酸、油になってきます。さっき卵のところで油取りすぎないようにって言ってたじゃん。確かにそうなんですね。油というのは取りすぎてしまうと良くないですし、カロリー過多になってしまうので良くないので、そこは、量は気をつけるんですけど、実際、普段の生活の中で油の取りすぎというのは、例えば焼いたもので焼く時の油、揚げ物をやった時、ジャンクフードなどの時などに油分がたくさん使われています。そして、この時に使う油っていうのは、比較的質の低い油というか、ちょっと良くない油って言われてますね。コーン油とかそういうものです。こういう油を摂取してしまうと、体に炎症が起きやすくなったりしてしまうんですね。そこで、今回ご紹介した DHA、EPA、いわゆるサバに含まれる油というのは、質のいい油なので、そのバランスを整えてくれるんですよ。となってくると、いわゆる質の悪い油を取った分、質のいい油によって、質を補正してくれる。特にこの DHA、EPA を取ってあげると、涙の質が改善しやすいと言われています。涙の質ってどういうことっていうと、涙って目に瞬きしたいだとか、悲しいこととか、嬉しい時とかでも涙出ますよね。涙が出てくると、目っていうのは守ってくれてるんですよ。目ってこうやって開けてるじゃないですか。剥き出しになってるんですよ。だからこそ、風が当たるとすごく痛くなったりだとか、調子悪くなるってありませんかね。実際私とかも、今メガネかけてね、やってるけど、例えばメガネ外して自転車とかに乗ると、すごい乾燥するなって感じあります。あとは扇風機みたいな風当たるところに顔を開けてると、もうすごい目乾いたりしません？クーラーの前とかもそうですよ。
すごい目乾いたりするんですよ。これって涙が守ってくれにくいから。じゃあ、あなたの涙が大丈夫なのっていうののチェック法もあるので、ちょっと一緒にやっていただければと思います。目をつぶって開けて何秒我慢できるかっていうのをちょっと一緒にやってみてください。目をつぶってください。開けてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ありがとうございます。この10秒我慢できなかった人は結構目乾燥しやすい、質が悪いので、サバ積極的に摂取していただけるといいと思います。いや、我慢できたっていう人の場合は比較的涙の質はいい方かなと思います。ただ、それでも DHA、EPA を摂取しておくのは悪くないと思ってくだされば幸いです。で、このサバに含まれているのは DHA、EPA。もちろん、タンパク質も含まれています。ビタミン A、ビタミン E、ビタミン D、そして鉄分なども含んでいるので、比較的そういう意味ではいいですね。特にこの DHA、EPA は涙にっていうところもあるので、その効果としてはいいでしょうってことですね。今回2つのお魚を紹介していて、いわゆる鮭の方で言うと、アスタキサンチン。抗酸化能力、ダメージ消去能力は抜群にいいです。だから、老眼とか白内障とかにどうでしょうってことですね。DHA、EPA は質のいい油を摂取できます。例えば、サバとかですね。これの場合は、涙を良くしてあげて、目の状態を守ってあげるっていうところで効果的って思ってくださればと思います。長いなって思った人の場合は、この本もあるので、ぜひぜひちょっとそれを見てくださいね。で、次が5つ目。やっと半分なんですけど、になります。これが、人参になりますね。人参って、国によっては、目にいいって結構有名なんですよ。中国とかだと結構菊のお茶が有名ですし、日本とかだとブルーベリーが有名ですし、海外とかだとキャロットが有名なところも結構あるんですね。人参はなぜいいと言われているかっていうと、ビタミン A が多く含まれてるんです。って思うかもしれないけど、ビタミン A って実は目にとってかなり重要な栄養素なんですよ。目の栄養、そして目の視細胞を作っていくのに、ロドプシンとかレチノールとか、こういうものが重要になってくるんですけど、このレチノールというのがまさにビタミン A から作られてくるようなものなんですね。なので、ビタミン A が欠乏してしまうと、見づらくなります。鳥目とかって聞いたことありますかね？夜間見づらくなるような方がビタミン A 欠乏症っていうのでなってきます。なので、きちんと栄養が足りてない方の場合は、夜間見づらくなるって思ってください。だからこそ、ビタミン A を摂取することで、夜間をしっかりベータカロテンとか、そういうのも取れて、カリウム、食物繊維も比較的取りやすいっていうことで、有効。つまり夜間見づらい人のために、この人参っていうのはいいんじゃないかなって思います。そうなんだと。そして、6番目。それが、小松菜ほうれん草。ちょっと今いつもはほうれん草をつってるんですけど、小松菜も混ぜてお話ししてみました。これが、いわゆる最強食材の一つですね。医者が 99% 進めると言っていいほど有名な、目にとって重要な栄養素。それが、ルテインという栄養素になります。これを、小松菜やほうれん草はよく含んでます。もちろん、ビタミン A、ビタミン A、C、E も含んでいるので、そういう意味では効果的ですね。さらにはベータカロテン、鉄分、カルシウムっていうのも含んでいるので、いいです。ただ注意点なのが、ほうれん草、小松菜などの場合は、シュウ酸というような成分を含んでいます。この場合、腎臓結石など石ができやすい人の場合は、摂取量が多くなってしまうと、それによって体の石ができて悪くなってしまうので、その場合はちょっと気をつけていただけるといいと思います。で、ルテインというのが非常に目にとって重要だって言われている理由は、天然のサングラスとも言われるような栄養素だからです。目というのは目に光が入ってきて、この目の玉ありますよね。目の前から光が入ってきて、目の奥にある網膜っていうところに光が集まる。それによって物を見ているんですけど、その網膜っていうのはちょっと黄色をしてるんですよ。そのため、黄斑という名前を取ってます。この黄色はなぜかっていうと、目のダメージから消去してくれるんですね。
黄色の補色、逆の色は青色、ブルーライト。このブルーライトなどの光をカットしてくれるのが、このルテインなんですね。この黄斑色素、ルテインによる黄色い色素というのは、残念ながら40超えてくると徐々に減ってきます。そして自分で積極的に摂取してあげないと、それが補充できないんですね。だからこそ、このルテインを取った方がいい人はどういう人かというと、40超えている人になります。お若い人に関しても取った方がいいですけども、40超えている人に比べると、そこまで重要性は高くないと思ってくださればと思います。でも、ルテインは、これから紹介しているこの10の食材の中で、最も重要で効果的であるので、絶対外さない方がいい栄養素っていうふうに思っていただければと思います。じゃあ、どういう病気に効果的と言われているのかというのを紹介していきます。ちょっと長いので話だけ聞いててください。黄斑変性、近視、緑内障、炎症。これが目の病気。さらには白内障、糖尿病網膜症、網膜色素炎性症などに効果的なんじゃないかっていう結果が出ています。もちろんそれ以外にも認知機能とか、うつ症状とか、炎症とか、脳の病気、脳神経とかにもいいんじゃないかっていうのは出てるんですけど、とりわけ目にいいんですよ。なぜか、このルテインというのは目とか皮膚とかなんですけど、特に目に集まりやすい栄養素なんですね。つまり、栄養素として重要っていうよりは、目に集まってくれるんですよ。他の今日紹介した栄養素、ここから紹介する栄養素も確かに効果的なんだけど、摂取したのが目にだけ集まるっていうよりは全身を巡るわけですよね。ってなってくると、目に来る量がちょっと少ないんですよ。一方、ルテインは目にバーンと集まってきやすいので、そういう意味で効果が出やすいと思ってください。他には、ほうれん草、ケール、ゴーヤ、マリーゴールド、そしてさっき紹介した卵、トウモロコシなど、いわゆる黄色いものや、ちょっと色の濃いお野菜に含まれているんですね。で、このルテインが青色光、ブルーライトの40から 90% を吸収してくれるって言われてます。ちなみに、ブルーライトカットメガネってありますね。じゃあ、あれは青色光、どのぐらい吸収すると思います？だいたい3割から5割です。はい。今回の小松菜、ほうれん草は40から 90%。明らかにこっちの方が強いじゃないですか。つまり、ブルーライトカットのメガネやフィルム貼るより、普通にほうれん草、小松菜食べた方がよっぽどいいよねっていうことが言えるんです。ちなみにルテインのいわゆる吸収波長というのが460ナノメートル。青色光がだいたい450から495ナノメートルと言われているので、ぴったり合うよねってことですね。で、特にこのルテインというのがなぜ眼科でこんなにももてはやされるようになったかっていうと、これが ALEDS スタディという極めて眼科の世界では有名なスタディ、研究から来るものです。普通知らんよね。眼科がいいだったら大抵知ってんだけど、この ALEDS スタディというのは4519人に対してビタミン C、ビタミン E、酸化銅、亜鉛、ベータカロテンを加えた、サプリメントを飲んでもらったら目にとってどうかっていうのを調べてみると、加齢黄斑変性症っていうのを抑えたっていう研究結果がありました。ただしこのベータカロテン、さっきの人参ですね。これがいいよっていうことが1個目の研究から出たんですよ。素晴らしいと思いきや、このベータカロテンというのは、喫煙、タバコを吸ってる人にはちょっと要注意だよと。肺がんになりやすいリスクがあるんじゃないかって研究結果が出てきました。そこで、ALEDS2 という研究が出てきました。だから ALEDS1 から人参いいよねって。ただ、ちょっと喫煙者には注意だよ。じゃあ、喫煙者でも普通に食べれるのないの？ ALEDS2。そこで、ほうれん草などに含まれるルテイン、ゼアキサンチンとさっきのベータカロテンを入れ替えてみたんですよ。すると、同等またはそれ以上の効果が出てきたんで、じゃあルテイン、ゼアキサンチンの方がちょっと安全めじゃないっていうことになってきて、いわゆるほうれん草とか、いわゆる小松菜っていうのがいいんじゃないかというふうに言われてるんですね。加齢黄斑変性症を、血管新生型で 35%、萎縮型で 55%、ドルーゼンで 27% 抑えるんじゃないかっていう研究結果が出ていると。じゃあ、黄斑変性。なんか聞いたことあるなと。
黄斑変性というのは目の奥のものを見る中心が悪くなって失明しちゃう原因となるような病気ですね。実は近視にとっても、近視ってもっとなんていうか多くの人に馴染みがありますよね。いいんじゃないかと。実際近視の確率を 43% 下げるんじゃないかっていう研究があります。4166人を対象とした多施設研究、つまり1個の施設じゃなくて、いくつもの施設でみんなで研究しましょうっていう研究で、実際、近視の進行を抑制したんじゃないかっていう研究結果が出ているので、近視を抑えるにもいいと。さらには2021年システマティックレビューですね。先ほどもお話した多くの施設で調べたのでも、緑内障に有効ではないかっていう研究が出たりとか、例えばブドウ膜炎などの目の炎症の方には、2022年のシステマティックレビューで炎症を抑えるんじゃないかっていう研究結果も出ています。さらには、2021年のシステマティックレビューでは、糖尿病網膜症に効果的であるとか、2017年のシステマティックレビューでは、網膜色素炎性症というね、基本的には遺伝性の病気であるにもかかわらず、ルテインがいいんじゃないかと。2019年のシステマティックレビューでは、白内障も 8% 程度予防するんじゃないか。なんて感じで、じゃんじゃか目にとっていいんじゃないかっていうのが出てきてるんです。もちろん体にとってもいろいろ出てきてるんですけど、正直言って目にとっての方がはるかに多いんですね。じゃあ、ルテインどのぐらい取ればいいかですよね。そこは、1日 10mg って言われてます。実際の無駄もわかんないですよね。ほうれん草、はたまた小松菜とかで言うと、だいたいおひたしとかにして湯がいて、このぐらいの量で大丈夫です。ほうれん草で言うと1束2束っていう感じのイメージと思ってください。それを、摂取して、比較的ある程度取っていただけると、体のところに定常状態って言って、ある程度溜まってきます。溜まってくると、たまにお休みしちゃったりしても、全然目に溜まってるので、OK っていう感じになりますから、最初はちょっと意識的にとって、で、あとはたまにってしていただけるといいと思います。実際私はほうれん草は週に2、3日は食べるようにしています。最初の頃はね、積極的に毎日食べたりだとか、サプリとか使ったりした時期もありますけど、今はある程度、体の中にあるだろうということで、たまに摂取するんでいいかなと。私もさすがに40超えておりますんで、これを取る時期に来ましたと。さすがに私もとうとうそうなった前からなんだけど、なっておりますということで、ルテインは比較的私も摂取しているし、多くの眼科医が、ルテインだよねって言ってくれるような栄養素かなって思います。なので、この6番目、小松菜ほうれん草の、ルテインというのは非常に重要ですね。1個前の人参はベータカロテン。このベータカロテン、人参、と、今回のが ALEDS スタディ、いわゆる眼科の極めて有名な栄養スタディ研究から出てきた結果となってきます。じゃあ、7番目何なのか。これが、リンゴになりますね。リンゴから作ったリンゴ酢というのも効果的だというふうに言われています。リンゴを食べるんであれば、すったジュース、どっちがいいですかっていうと、基本的にはリンゴをそのまま食べていただく方がいいです。なぜかというと、リンゴの場合は、やっぱり、ジュースにしてしまうと、糖分が多くなって、血糖値がすぐに上がってしまう。一方で、リンゴをそのまま食べていただけると、食物繊維とかも含まれているので、ジュースにして飲むよりは、血糖値の吸収が穏やかになって、体にとって負担が少ない。リンゴはどういう栄養成分としていいか。ビタミン C、ポリフェノール、カリウム、などが含まれているので、いいんじゃないかとも言われてるんですね。じゃあ、それをさらに掘り下げてお話ししていこうと思います。リンゴの効果としては、目にとってはさっきのビタミン C とかそういう一般的な栄養素が重要で、神経保護効果、つまり目の神経のダメージ保護にはいいんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。例えば、リンゴ酢を取ることによって、ダイエットにも効果があるんではないかっていう研究があったりします。それは、食欲や体重の減少を認めたっていうのが2018年の研究であります。なぜかっていうと、リンゴを摂取することによって、エネルギーが燃えやすい脂肪、褐色脂肪というのが活性化されたんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。またリンゴ酢の場合は、唾液のね、分泌を上昇してくれるので、口のいわゆる口臭、匂いに対しても効果的じゃないかと言われています。また、ドーパミン、モノアミン、セロトニンなどの神経などに対する保護効果があるんじゃないかっていうことも言われているので、いいですね。じゃあ、それらを含んでいるのはなぜかというと、
リンゴのペクチン、そしてリンゴポリフェノール、そしてリンゴ酸、クエン酸、酢酸、これらが重要ではないかっていうふうに言われてます。なので、リンゴそのものを取るっていうのもいいですし、リンゴ酢っていうのを摂取していただくことで、その酸とかのダメージからも消去して、酸によっていろんなダメージから消去しやすいんではないかと。ただ、このリンゴ酢に関してもちょっと注意があって、結石の関しては、これは消去方法になります。つまり、さっき言ったほうれん草とか、ね、そっちの方は、結石ができやすいって言いましたね。なので、結石を抑える意味で、このリンゴ、およびリンゴ酢を取っていただけると、シュウ酸とカリウムの結合を阻害することによって、シュウ酸がさっき問題だって言ったじゃないですか。シュウ酸と、カリウムじゃない、カルシウムに結合することによって石ができやすくなるのを結合しづらくすることで石ができにくくするっていうところがあるので、比較的、摂取しやすいかなって思います。そして、リンゴポリフェノールというのが、体のダメージを消去してくれますね。リンゴに含まれるポリフェノールの一種で、プロシアニジンが主成分と言われています。コーヒーなど、コーヒー毎日飲むとどうなるかって動画もあるので、ちょっとそれを見ていただければと思いますが、そこに、紹介しているような、クロロゲン酸と、似たようなものだと思ってくださればと思います。じゃあ、リンゴ取る場合はどうすればいいか。やっぱりさっき言ったように生で取っていただけるといいですし、皮ごと取っていただけるとさらにいいと思ってください。リンゴ酢を飲む場合はどうすか。大さじ1杯から2杯。ただし、酸性が強いので取りすぎないようにした方がいいし、ある程度割っていただいて飲んだ方がいいです。また、リンゴ酢の場合は、いわゆるシンプルなリンゴ酢はいいんですけども、砂糖または果糖ブドウ糖液糖というのが含まれているリンゴ酢というのもあります。これは飲みやすくなりますが、その代わり非常に体の血管に負担を与えてしまうので、果糖ブドウ糖液糖というのが含まれているようなリンゴ酢を取るのはちょっと避けた方がいいと思います。ということでリンゴ酢とリンゴについてのお話をしましたので、摂取の仕方など気をつけていただければと思います。8個目。これがナッツになりますね。ナッツっていうのは、いろいろありますよね。くるみとかアーモンドとかあります。で、ナッツがよくいいと言われる理由は何かなんですけど、これは昔から地中海食というのでいいと言われています。地中海食っていうのは地中海ってわかりますかね？世界中で。世界地図で。ギリシャとかイタリアとかあそこら辺のね、ところですね。にある海なんですけど。あそこら辺に住んでる人って、結構食べるですね。で、さらには脂っこいものとか食べたりするの割に、心臓血管病とかそういうのが起きにくい。これはなんでだろうっていうのを調べた研究っていうのがたくさんあるんです。そこでよく言われているのは、例えばチーズがいいであるとか、赤ワインがいいであるとか、そういうようなのも言われてますが、一つにはナッツを積極的に摂ってるのもいいんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。じゃあ、ナッツは何がいいのか。一つは、質のいい油が取りやすい。さっきで言う、青背の魚ですね。サバとか。そういうものに含まれている油に近い。もちろん、それに比べるとちょっと弱い感じなんですけども。っていうので、油摂取としては比較的取りやすい。ナッツって単なる塊ってイメージありますけど、どちらかっていうと油分がメインの食べ物だと思ってください。そして、油の成分、質がいいので、鬱になりにくい。油の質が悪いの取りすぎると、気持ちが落ち込んじゃうことあるんですよ。結構、気持ちって、気の持ちようとか、それだけで決まると思いがちですけど、体のバランスによっても気持ちが落ち込んだり、気持ちが上がったりすることがあるんですね。そこで、基本的には気持ちを落ち着かせるには、油の摂取が重要で、ナッツを取っていただけると、それが落ち着くのでいいと思います。また、アーモンドに限定すると、2024年のメタアナリスト27件の研究によると、体重減少、空腹感も減少するっていう研究があります。実際私もナッツ取ったりするときって、お腹空いたなってときちょっとつまむっていう風にするのもたまにあります。ただ、調子に乗って食べ過ぎちゃうとダメなんですよ。結構それもあるんで、そこを注意していただけると、アーモンドで言うと、どちらかというと、体重減少。
くるみで言うと血管拡張がいいんじゃないかっていうのが2024年のメタアナリスの研究で出てます。なので、血管を拡張するのが効果的な病気。例えば、緑内障とか、例えば、血管閉塞病変とか、っていうような目の病気に対してはいいんではないかなっていうふうに思います。また、いわゆるマインド食と言われるような食事が、いわゆるさっきの地中海食に含まれてるんですけど、そういう意味でナッツを取っていただけると認知症予防にもなってくるので、比較的摂取していただいて、で、2023年メタアナリス研究によると、ナッツの摂取で心臓血管病変が 19%、それによる死亡も 23% 減ったって言われているので、やっぱ血管の拡張、血流にいいっていうふうに思ってください。詳しくは、ナッツ毎日食べるとどうなるかっていうのがそれぞれ動画でくるみとアーモンド編とかありますので、ちょっとそれも見ていただければと思いますが、非常に効果的な食べ物って思ってくださればと思います。なので、ナッツ、いわゆる青背の魚、これが油分、油の質のいいもの、またはビタミン E とかね、ナッツは取るのにいいと思ってください。そして、9番目におすすめの食材が、さつまいもになります。これまでの食材はどちらかというとタンパク質、脂質をメインとした食事でした。ただ、さつまいもというのは炭水化物メインの食事になります。炭水化物でいうとお米、小麦とか、あとはじゃがいもとかありますけど、それらと比較して比較的 GI 値が低いと言われています。GI 値というのは食べてそれが栄養吸収されて体の中を巡っていくんですけど、この時血糖値っていうのが上がっていくんですね。それが急激に上がってしまうと GI 値が高い。緩やかに上がっていくと GI 値が低いって言います。急激に上がってしまうってことは血管に結構ダメージ与えるんですよ。例えば、皆さんも食事とかチョコレートとかケーキとか食べた後、お腹いっぱいとかって思ったんだけど、しばらくするとなんかスッと血の気が引いたような感じになったりだとか、なんかちょっとお腹減ったなって感じになったりだとか、そういう風に集中力途切れることってありません？私は結構あるんですよ。甘いものを取りすぎてしまった後に、その時はね、元気になるんだけど、その後にちょっと集中力が出る。あとはエナジードリンクとか飲みすぎた時とか、バッと上がるんだけど、その後シュッと落ちてしまうようなね。これが血糖値がブワッと上がって、ヒュッと下がってしまう。そうなってしまうと、気持ちも落ちてしまうし、お腹が減ったりとかまた食べたりしたくなっちゃうし、血管自体にも血糖値による上下のダメージを与えてしまうんですよ。これがよろしくないので、例えばお米であれば玄米とか、小麦であれば、いわゆる胚芽とか、そういう風な、いわゆる麦芽とか、いわゆる吸収が悪いタイプの食事をしていただけるといいです。ライ麦とかも比較的いいですよね。そういう風なものを取っていただける全粒粉とかが小麦で言うといいのかなっていう風にしていただけるといいんだけど、なかなか全粒粉や玄米ってもさもさして食べにくいんですよ。一方、さつまいもは結構甘みもある割に食物繊維が豊富で吸収が穏やかにも割に腹持ちがいいっていうことで比較的おすすめです。さらにはアントシアニンとかロドプシンなどという、目の栄養、アントシアニンがロドプシン、目の栄養を、助けてあげて、サポートしてくれるので、比較的、ビタミン C も含んでるし、食物繊維も含む主食として取りやすいので、結構さつまいもは、僕的に言うと、食事のね、主食をね、さつまいもにするほどにはちょっとなってないんだけど、ちょっとふかしたの食べたりだとか、おやつ的に食べたりだとか、それはおすすめとして、結構食べることありますね。毎日毎週食べるってほどではないんだけども、気がついた時食べるっていう感じとして取っているって思ってください。そして最後、10番目。これが有名なブルーベリーなどのベリー系の食べ物っていう風になってきます。特に果実の濃い色はアントシアニンによるものですね。ポリフェノールや食物繊維が含まれていて、皮ごと食べるので摂取に向いていて、ビタミン E などの含んでいるっていうことがベリー系の重要です。ベリー系を取ることによって炎症性の物質 CRP なども抑えてくれるんじゃないかっていう研究があったりだとか、2023年のメタアナリス研究によると、1日 320mg 程度を取るのを8週間程度すると血糖値が下がったり、あとは LDL コレステロール
悪玉コレステロールが下がってくれたりっていう結果が出てます。じゃあ、ベリー系のサプリメントはどうなのっていうと、サプリメントはちょっといまいちで、どちらかというと、ベリー系は実物、ね、ブルーベリーとかラズベリーとか、どれでもいいんだけど、それを実物を摂取していただける方がいいよっていう研究結果が出ています。で、あとは、コレステロールを抑えたりだとか、骨粗鬆症のリスクを抑えたり、などの研究結果が出ています。目にとってはいいってイメージがあるんだけどどうなのっていうと、目にとっては実はあんまりデータがないんですね。眼性疲労にちょっといいんじゃないかとか、724名の参加者を対象とした11件の研究によると、目の疾患にいいかもしれないっていう研究結果は、多少出ています。なので、すっごいぶっちぎりにおすすめというわけではないけれども、ベリー系というのは、特にね、僕食べるとすると、ブルーベリーの凍らしたのあったりするじゃないですか。あれだといつでも摂取しやすい。生のブルーベリーは季節の時ね、食べるんですけど、季節以外だと、ちょっと取りにくいじゃないですか。また費用もかさんでしまうので、冷凍のブルーベリーだと比較的ちょっと安価になったりするので、そういうものを、でっかい袋とかの、入っているのを、小分けにしながら食べているっていうのが、ちょっと摂取しやすくて、ヨーグルトに混ぜたりとかして食べるのがいいかなって思います。ということで、10の食材、結構長いですけども、一個一個復習しながら、それがあなたにとってどういう風にいいのかっていうのをお話していこうと思います。一つ目の食材がブロッコリーになります。ブロッコリーというのが、いわゆるルテインも含んでる。さっきのほうれん草、小松菜のところで言ったのを、最初に出しちゃったのがブルーベリー、ブロッコリーとか卵なんですけど、を含んでいますし、スルフォラハンとかも含んでます。卵で言うとビオチンとか、あとは、脂質とかが摂取しやすいし、タンパク質も摂取しやすいっていうところがメリットです。鮭、はたまたサバ、ね。鮭で言うと、アスタキサンチンですね。カニとかイクラにも含まれています。サバで言うと DHA、EPA、涙の質を良くするのにいいでしょうと。で、これサバである必要はなくて、他のブリとか、サンマとか、他にもそうですね、カツオとか、そういうのも構わないですね。で、次に有名な2つ。人参、小松菜、ほうれん草。ね。これらは、エレッツスタディ。ね。いわゆる眼科で有名な研究から出てきた。ベータカロテン。これが人参系ですね。ただ、いいとされてはいますけれども、ビタミン A 少なくなると、夜見づらくなってしまうので、そういう意味で、積極的に夜見づらい方は摂取していただけるといいですと。そして、小松菜、ほうれん草に関して言うと、もうこれは、圧倒的おすすめなので、これを一番に考えてください。ちょうど真ん中ぐらいにだから、ね、ご紹介させていただきました。で、これを摂取することで、白内障、緑内障、近視、糖尿病網膜症、網膜色素変性症などの目の病気に進行抑制、予防にいいんではないかっていう研究結果も出ているんですね。非常に強い。リンゴに関しては、目の研究結果は弱いものではあるけれども、食物繊維を取りながら果物として取りやすいですよっていうところもありますし、リンゴ酢を摂取することによって、神経保護にもいいんではないかっていう結果があります。ナッツに関して言うと、質のいい油を取ったりだとか、アーモンドで言うとダイエット系、くるみで言うと血管拡張にいいんじゃないかと。特に血管拡張であるくるみの方が私的にはおすすめですし、私も食べるんだったらくるみの方が多いかなと思います。もちろんアーモンドも好きで食べますけど。次が、さつまいもですね。さつまいもっていうのは、いわゆるお米とかパンに比べて血糖値の上昇が緩やかになるので、炭水化物源として比較的おすすめです。じゃがいもはどうなのってありますけど、じゃがいもはやっぱりさつまいもに比べると血糖値の上昇が強いです。また、じゃがいもの場合って、さつまいもって孵化したりすることが多いんですけど、じゃがいもって焼いたり揚げたりすることが多いんですよ。で、焼いたり揚げたりするっていうのは食べ方としてあまりおすすめではないです。食べ方としては、焼くとかよりは煮る、蒸す、こっちの方がおすすめと思ってください。なぜかというと、焼いてしまうと AGEs という、糖化、いわゆる年齢性のダメージを強くしてしまうような物質が出やすいので、どちらかというと煮る、蒸すの方がおすすめです。そして最後に有名なブルーベリー。ベリー系ですね。サプリで取るよりは実物を取った方がいいという研究結果もあるので、どちらかというと実物をこまめに取っていただけるといいと思います。
これにっていうのはそれほどあるわけじゃないですけど、眼性疲労とか目の老化、一般に摂取していただけるのは悪くないかなって思います。ということで、いわゆる果物的なブルーベリーやリンゴとか、お肉系になるようなお魚とか、そういうもの、鮭とか、はたまたサバとか、そういうものとか、お野菜系とか、一通りいろんな食材、10の食材として皆さんにご紹介しました。今日の動画を参考にしながら、もちろん書籍の目を良くする最強の食べ物図鑑っていうのには詳しくそういうのも紹介してあるし、さらにこの本であると、他の白内障、緑内障はこんなものですよっていうのが書いてあったりだとか、奥の方には最強の10の食材以外にもビタミン B、ベータカロテン、テアニン、タンパク質、リコピン、ルチンなどの栄養成分、そしてほうれん草とか、ケール、モロヘイヤとか、春菊、菜の花、ニラ、クレソン、大根の葉、かぼちゃ、トマト、カリフラワー、紫キャベツ、キノコ、トウモロコシ、パプリカなど、それぞれがどういう風にどういいのかっていうのが書いてありますので、お肉とかもね、鶏肉とかそういうのも含めてね、書いてあるので、そこら辺のメリット、デメリットを見ながら、どういう食事を毎日とった方が自分の体、目にとっていいのかっていうのを知れるので、書店で売っていますし、買うのはなんだっていう場合は、図書館とか、あとは本屋さんで立ち読みとかでもいいので、ぜひぜひ手に取って見ていただければと思います。今後もこういう新しい情報とか目にとって重要な情報を日々アップしていくので、ぜひチャンネル登録、ベルマーク押してくださればと思います。また、定期的に見ていくの忘れちゃうなって場合は概要欄のメールマガジンとかもあるので、そっちも登録していただければと思います。また、いいなと思ったらコメント欄にちょっと良かったよとか、ちょっとこんな感じがもっと知りたいよとか、励ましの言葉とかいただけるといいです。ちょっと長くて頑張ってね、お話ししたんで。また、書くのはめんどくさいなって場合は高評価ボタンだけでも押してくださればと思います。今後もいろんな動画アップしていくんで、ぜひよろしくお願いします。